どうも、ベトナム在住のうきです。今日はね、このクランクケース洗浄してからね、割れてる部分のアルミ溶接をね、お願いしに、加工屋さんに持っていこうと思います。このケースのね、汚れ具合は今こんな感じです。反対側はね、こんなんで。で、本当はね、メタルクリーンとか使って掃除したいんですけども、私もうベトナムにメタルクリーンないんでね、今日はちょっと普通の、食器用洗剤使ってね、洗っていきたいと思います。これね、水入れました。で、そこに食器用洗剤かけていきます。案外多めでいいのかな。それでお湯をね、注いじゃいます。一応全部使ったけど、厚さはどうだい？あ、なかなか熱いね。よいしょ。じゃあしばらくこれでね、置いときます。あ、混ぜないと。これね、たまに混ぜながら40分ほどつけてました。今はまだね、こんな感じですね。で、これを高圧洗浄機でね、洗い流しちゃいます。台所洗剤でね、どこまで落とせるかわかんないけど、やってみます。台所用洗剤じゃね、やっぱりメタルクリーンのようにはいかないけど、まあまあとりあえずね、掃除して持っていきたいんで、とりあえずね、水分飛ばしちゃいます。乾かしました。もうちょっといけると思ったんですけどね、ちょっとあまりにもダメなんで、ガソリンで洗っちゃいます。まあガソリンでもそれほど落ちるわけじゃないね。汚れはね、もう諦めて、とりあえず油分ですよね。特にこの溶接してもらうところ、こっちとこの上だ。ここだけね、ちょっと洗って、あとは加工屋さんに持って行ってきます。クランクケースね、修理に出して行ってきたんで、これ反対側、こっちもね、綺麗にしていくんですけども、これね、スタッドボルト抜いちゃおうと思います。なぜかっていうとね、反対側の外した方、変な傷があってね、ちょっとネジ山が潰れかけてるんだけども、こっち側もね、実はこれが曲がってるんですよ。腐食もかなりしてるしね。この下側は外気にさらされるとこなんでね、錆びちゃう上に曲がってるとなると、ちょっとね、折れたら困るんで、もうね、取り外して、これもこのスタッドボルトはね、ベトナムでコピー部品買うと大変なことになるんで、純正品の中古ですね。それをね、買ってつけたいと思います。こっち側もね、トリプルナッパにすれば取れるんじゃないの？うわ、よじれるだけで取れない。
うわー、硬いなー。ちょっともう一個はどうよ。ダメだこりゃ。いや、使わないとはいえ潰したくないけど、ここをバイスで掴んで、バイスプライヤーで掴んでからちょっと加熱しようかな。ここノックピンもね取っちゃいましょう。これは簡単に取れたけど、それで一応テープを巻いた方がいいよね。でこうだろう。でね、ヒートガンで温めます。こんなもんでどうだい？で、ちょっともう踏みつける。踏んで、回ったんじゃない？回った。やっぱり加熱は大切やね。あ、曲がってる曲がってる。外れ方がおかしいもん。うわー、なんだこのゴミか液体ガスケットか。カメラじゃうまく映んないかな。かなり曲がってました。じゃあ反対側も同じように抜こう。再加熱はいらんかな。よいしょっと。体勢悪い。踏んづけます。うわ、こっちは硬いな。もう一回温めるか。さあ、これでどうだい？お、いった？いったねー。こっちも少し曲がってんだな。違うかな。とりあえずね、取れました。これね、まだちょっと熱いんで冷ましてからね、このガスケット剥いだりきれいにするんですけども、それやってからね、ちょっとこいつはバイクに詳しい古い株に詳しいバイク部品屋さんのところにね、ちょっと持って行ってこのカムチェーンテンショナーのことをね聞いてこようと思います。これね、どう考えてもね何かがおかしいんですよ。まあまあ
ね、このまんま使おうかなと思ったんですけど、一回見せてね、どうするのがいいのか相談してからね、考えていきたいと思います。なんで掃除はもう動画にしないでね、やっていくんで、今日はここまでです。それではまた。さっきね、それではまたって言って終わらせたんですけどね、ちょっとオイル漏れの原因が分かったんで、また動画回してます。こいつね、過去にここをアルミ溶接で直してるんですけども、スクレーパーでね剥がしてたら、ここまっすぐじゃないんですよ。かなり山になってるんでね、これが出っ張ってオイル漏れ止まんないんですね。それと下はね、何もしてないと思うんですが、こう削っていくとね、ここの形がやっぱりおかしい気がするんだな。まあまあ、それらね、紙やすりでなるべく平らにしておきます。で、あと汚れ落とし、これね、ちょっと贅沢にキャブレタークリーナーで汚れ落としちゃおうと思います。中の部品ね、もしかしたら使い回すかもしれないんでね。で、そうだ、一応落とすところをちょっと動画にするけど、カメラを遠ざけよう。カメラを離してズームにすりゃいいのね。案外ね、キャブクリーナーは汚れ落ちるはずなんですよ。うわ、カメラに汚れ飛ぶな。まあまあ、ちょっとこうやってね、汚れ落としてからバイク部品屋さんに持っていきます。なんで2度目ですが、今日はここまでです。それではまた。